日本語勉強する日本語の森 .com。 皆さんこんにちは。日本語の森のゆかです。皆さんお元気でしょうか？今日なんですけど、こんな日本語使っていませんかという授業をしたいと思います。私は日本語の先生になって2年経ちます。これまでたくさんの学生と日本語で会話をしてきました。その中でたまにね、と思うことがあります。それは先生と話す話し方としてちょっと失礼だなと感じることがある場合ですね。皆さん、私に対してそういう表現を使ってしまうのは全然問題ないんですよ。嫌だなとか、こいつ失礼なやつだなと私が思うことは絶対にないんですが、皆さんが他の日本人に対してそういう言葉遣いをした場合、例えば日本の会社で日本人の上司と一緒に働いていて、そういう表現を使ってしまった場合に、こいつは失礼なやつだと心の中で思われているかもしれません。そしてその人はあなたに対してお前失礼だぞと直接言ってくることはないと思います。だから今日は私が今まで学生に言われたことのあるちょっと失礼だなと感じた表現5つを紹介していきたいと思います。あなたも言ってしまっているかもしれません。では行きましょう。先生、今暇ですか？今暇ですか？これは絶対に言わないでいただきたいです。今暇ですか？今時間がありますかと聞きたいんですね。この暇という言葉便利ですよね。空いている時間という意味なんですが、今暇ですかがどうして失礼なのかと思うかもしれないんですが、この暇という言葉を相手に使うのが失礼なんですね。暇というのは空いている時間という意味なんですが、何もしていない時間という意味もありますよね。何もしてない、やることがない、ダラダラしている、こういう印象もあるので、例えば会社で仕事中に上司に対して今暇ですかって聞いたら、暇なわけねえだろ、仕事めっちゃあるわ、お前に使ってる時間なんかないわって思われると思います。暇なわけないんですよ。会社だったら絶対に仕事があって忙しいですよね。だから皆さんが聞くんだったら、今お時間よろしいでしょうか？こういう聞き方がとっても丁寧です。前にお忙しいところすみませんをつけるともっといいです。お忙しいところすみません。今お時間よろしいでしょうか？こういうふうに聞いたら、相手はもちろん忙しいと思う。忙しいし、時間がないと思うけど、私に少し時間を使っていただけませんか？こういうね、お願いをするにはとってもぴったりな表現になります。お時間よろしいでしょうかもいい表現なんですが、もう少し仲のいい先輩くらいだったら、先輩すいません、今ちょっといいですか？今ちょっといいですか？これでも OK です。でも今暇ですか？この暇という言葉は使わないようにしてください。ゆか先生は教えるのが上手ですね。上手ですね。この上手ですねという言葉自体が失礼だと言いたいわけではありません。人を褒めることは基本的にはすごくいいことですからね。ただ、言う相手とか場面によってちょっと失礼になる場合があります。上手ですねと褒めているということは、その人を評価していますよね。評価している時点でちょっと上から見て、うまいですねと言っているような印象になります。これは人とか場面によっても違うんですが、そういう可能性がある言葉だというのを覚えておいてください。私はたまに、ゆか先生は上手に教えましたというメッセージやコメントをもらうことがあります。その人が言いたいのは、とても分かりやすい授業だったと感謝を言いたいんだと思うんですが、私の授業を評価して良いですね、上手ですね、こういうふうに言うと、それを専門にしている人に言うとちょっと失礼になる場合があります。私は嬉しいから大丈夫ですよ。ただ、例えばね、私が歌を歌って、ゆか先生上手ですね。
いいじゃないですか。でも歌手に対して、歌うプロに対して歌が上手ですねと言うと、いや当たり前だよ、それで仕事してるんだから、それでお金もらってるんだからってなりますよね。だから褒める時に上手ですねというのは、相手とか状況によってちょっと注意した方がいい言葉です。褒めるんだったら、わあすごいですねとか、いやーさすがですね、こういう言い方をすれば100点です。上手ですねというのはちょっと注意が必要な言葉だというのを覚えておいてください。先生、パーティーに行きたいですか？先生、パーティーに行きたいですか？これもよく学生から言われた言葉です。この学生は、先生、パーティーに行きませんかと誘ってくれているんですよね。ただ、目上の人に対して何々したいですかとか、何々が欲しいですかというふうに、欲望、欲求を直接聞くのは失礼になります。誘いたいんだったら、先生、パーティーに参加していただけませんかとかね。私は先生に来て欲しいと思っている。だからあなたを誘っていますという言い方ですね。他にも、先生、コーヒーが飲みたいですか？先生、ジュースが飲みたいですか？こういうふうに聞かれる場合もあります。こういう時も飲みたいですかと聞くんではなくて、コーヒーはいかがですかとか、ジュースはいかがですか、こちらからおすすめしているという表現の方がもっと丁寧です。あと、学生からもらったメッセージで一番笑ってしまったのが、先生、僕に会いたいですかというメッセージです。そんなこと言われたことないからちょっとドキドキしたんですが、僕に会いたいですかって言うなんて、もうすごいね、かっこいい男の人が俺に会いたいのかい、こういう感じなんですよ。だからそのメッセージをもらった時ちょっと笑ってしまったんですが、彼が言いたかったのは、先生一緒に遊びましょうっていうことですよね。誘っているわけです。でも誘うんだったら、先生一緒に遊びませんか、こういう言い方の方がもっと印象はいいですね。何々したいですかとか、何々が欲しいですかという、これをそのまま相手に聞くのは少し失礼な表現になると覚えておきましょう。先生に花を買ってあげます。先生に花を買ってあげます。先生にチョコレートを買ってあげます。これも学生にたくさん言われました。先生に何かプレゼントしたいんだという気持ちが分かってすごく嬉しいんですが、目上の人に対して買ってあげますというのは失礼です。何々してあげるという表現が失礼になります。何々をあげるとかしてあげるというのは、あげる側の人がちょっと上で、もらう人が下になるという印象があります。だから生徒が上で先生がちょっと下になって買ってあげる、こういうイメージになるんですね。だから少し失礼になります。これを言うんだったら、先生に花をプレゼントします。先生にチョコレートをプレゼントします。これで十分です。差し上げるという言葉もありますね。あげるの謙譲語なんですが、ここまで言わなくてもいいです。これもすごく丁寧なんですが、先生と学生の間だったら、先生に花をプレゼントします。こういう言い方で十分だと思います。なんかまあ、日本に来て1年くらい経つので、まあ、なんか、大体日本語はまあ、わかります。なんかとか、まあとか、とか、こういうふうに会話の間を埋める言葉、フィラーと言うんですが、これは会話を自然にするために使うのはすごくいいです。ただ、使いすぎに注意してくださいと言いたいです。これは日本語学習者だけではなくて、日本人にも言えることです。これを使いすぎるとちょっと慣れ慣れしいというか、失礼ではないんだけどちょっと嫌だなという印象を持たれる場合があります。慣れ慣れしいというのは話しやすいんだけどちょっと嫌だなという印象ですね。これは会話がすごく上手な学生がよく使っていて、使いすぎてしまってもう癖になってしまっている人がたまにいます。こういう言葉は使えば使うほどいいわけではなくて、少し入れるからいいんですよね。使いすぎに注意してください。はい、皆さんいかがでしたか？使ってしまっていた
というものが一つでもあったかなと思います。これは全て失礼だから絶対に使うなと言いたいわけではありません。それを言う人とか言う相手との関係とか場面によっても変わってくるんですが、今回は私が経験したもの、ちょっと学生に言われて失礼かなと思ったものを5つ紹介しました。せっかくね、日本語の森の動画を見て日本語を勉強してくれているわけですから、少しでも相手にいい印象を持ってもらいたいなと思っています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。先生、今暇ですか？先生、お忙しいところすみません。今お時間よろしいでしょうか？先生、すいません。今ちょっといいですか？おー、ゆか先生は教えるのが上手ですね。ゆか先生、さすがですね。わかりやすいです。先生、パーティーに行きたいですか？先生、パーティーに来ていただけませんか？先生に花を買ってあげます。先生にお花をプレゼントします。なんか日本に来て1年くらい経つので、だいたい日本語はわかります。日本に来て1年くらい経つので、日本語はだいたいわかります。